一神教学際研究センターで研究員を務めております北村と申します。本日は司会を務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。開演に先立ちまして、一神教学際研究センターのセンター長である小田淑子教授からご挨拶をいただきます。小園先生、よろしくお願いします。どうもありがとうございました。Good afternoon, everyone. Thank you for your interest in SISMOR Symposium on religious prohibition regarding the two religions beliefs that have two systems, the Judaism and the Islam. I'm very glad to have with us today two well-known scholars, Professor Rabbi Jonathan Magonet and Professor Yoshiko Ota. Both scholars have already lectured in past at SISMOR, and I am most thankful to them for agreeing to share with us their great knowledge today as well. I'm willing to listen to their lectures. Thank you very much. ただいまいただいた英語のご挨拶を訳します。皆様こんにちは。この度はユダヤ教とイスラームという2つの宗教の信仰システムに関する宗教的禁止についての質問のシンポジウムに関心を持ってくださり感謝申し上げます。本日ラビ・ジョナサン・マゴネット教授と小田淑子教授という著名な研究者とご一緒できることを非常に嬉しく思っております。お二人とも過去にシスモールで講演をしていただいたことがございますが、本日もまた同様にその偉大な学識を共有してくださることに深く感謝いたします。それでは本日のご講演を楽しみたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。続きまして今回のシンポジウムが企画された背景についてご説明いたします。この一神教学際研究センターの今年のテーマとしまして、諸宗教を比較考察する観点として宗教における禁止ですね。本日のそのシンポジウムのタイトルとなっておりますが、宗教における禁止を今年度からの中心テーマとして据えております。禁止に関する規定の内容的な特徴やその有無などに注目することで、一神教のみならず多神教をも含めた諸宗教の比較考察を視野に入れております。例えばその中には仏教の戒律なども視野に入っております。今回のシンポジウムの趣旨としましては、ユダヤ教、キリスト教、イスラームという専系一神教のうち、特に明確な規定を備えているユダヤ教とイスラームについての理解を得て、今後の活動の出発点としたいと考えております。グローバリゼーションの拡大に伴い、例えばユダヤ教のコーシェルについては、日本酒の輸出に関してその認証が重要な意味を持ち、またハラールについては、その認証を得たメニューがここ同志社大学の食堂でも提供されておりますように、コーシェルやハラールは我々の日常の一部になりつつあります。しかし、その内容や状況に関しては、十分な理解がなされているとは言えないのが現状です。今回のシンポジウムはそのような我々の理解の一助となることを希望して企画されました。以上がこのシンポジウムの企画された背景になります。続きましてが本日のスケジュールの確認になりますが、お手元のですね、お手元にある配布資料があると思います。ページを開いていただきますと、最初にですね、プログラムがございます。プログラムのですね、2番からになりますが、本日はお二人の先生にですね、それぞれ40分ずつご講演をいただきます。その後ですね、ご講演を受けまして、フロアの皆様からのご質問を受けたいと思っております。その時間が30分ございます。続いてですね、講師の紹介をさせていただきます。まずラビ・ジョナサン・マゴネット先生ですが、1942年ロンドン生まれ、1967年にリオベックカレッジのラビ養成プログラムに入る以前には医学を専攻されました。ドイツのハイデルベルク大学で博士号を取得され、71年にラビに任職されております。1974年から85年にかけてはリオカレッジの聖書学部の部長をなされ、それ以降2005年には学長も務められております。現在リオベックカレッジの名誉教授になります。3行ほどは申し上げますが、1999年の12月には
は、ユダヤ教とキリスト教との宗教間対話及びドイツ人、ユダヤ人の和解に対する献身的な貢献に対し、The Cross of the Order of Merit of the Federal Republic of Germany、ドイツ連邦共和国功労勲章を授与されております。また、九州にある西南学院大学で客員研究員も務めておられます。主な著書に関しては以下の通りになります。続きまして、小田淑子先生、神戸市生まれ、大阪外国大学の外国語学部ペルシャ語学科を卒業されております。京都大学大学院文学研究科の博士課程を修了され、シカゴ大学の大学院神学部に留学されております。その後は東京大学の文学部イスラム学研究室の助手を務められ、その後京都女子大学の助教授を経て、1997年から関西大学の文学部に着任されました。今年の3月に同大学を退職されております。ご専門は宗教学、イスラム研究、多くの論文を発表され、イスラム指導、宗教共同体、宗教における倫理の法、宗教研究の方法論などを論じておられます。主要論文として以下のものがございます。それでは早速ではございますが、ご講演を始めたいと思います。なお、マゴネット先生に関しましては、ご講演を英語でいただきます。皆様のお手元にですね、訳された、原稿があると思いますので、それを確認しながら先生のお話を聞いていただければと思います。それでは、マゴネット先生、よろしくお願いします。Please start your lecture, Professor Magonetto. 皆さん、こんにちは。皆さん、こんにちは。I would like to address this subject in three parts. Firstly, the biblical origins of the Jewish dietary laws. Secondly, their considerable expansion in rabbinic Judaism. And thirdly, the challenges to kashrut, the Jewish dietary laws, from within and without the Jewish world today. The word kashar appears seldom in the Hebrew Bible, and only within the later books, in the book of Esther and Kohelet, Ecclesiastes. And there it means that something is advantageous or suitable. In the rabbinic period, it is used to categorize all foods that Jews are allowed to eat. The term kosher, or kashrut, is used to denote the collection of Jewish dietary laws. There is no explanation given in the Hebrew Bible as to why only certain animals are deemed to be acceptable to be sacrificed to God or to be eaten by Israelites, and why others are deemed to be forbidden. The terms used to differentiate them are tahor, clean or pure, for the former, and tameh, unclean or impure, for the latter. The meaning of these terms is restricted to their purity for ritual purposes alone. All that is recorded is the listing of which animals belong to which category. So one is forced to speculate as to what rationale might lie behind the designation of such animals as fit or unfit. Suggestions range from practical issues of health and hygiene to the promotion of moral and ethical values, to ecological and economic explanations, to the maintenance of cultural identity distinct from surrounding peoples, and to otherwise unknown or internal cultic requirements. All of these offer partial explanations, but none is fully comprehensive. So the following is an overview of some possible underlying principles that have been explored in more recent studies of the biblical texts. According to the book of Genesis, chapter 1, verse 29, God's original intention
was that human beings should have a vegetarian diet. It is only at a later stage, following the expulsion from the Garden of Eden and God's concern with the behavior of human beings, that God gives permission to eat meat as part of the covenant made with Noah following the flood, presumably as a concession to the weakness of human nature. Already, here, a condition is included forbidding the consumption of blood, emphasizing the sanctity of all life, human and animal. Only one category of animals is permitted for sacrifice to God and for foods for the biblical Israelites. They are classified according to two physical and biological characteristics. They have split hooves and they chew the cud. This ensures that the permitted animals are ruminants, that is, their diet is vegetarian. And this suggests that despite the permission to eat animals, at least with regards to the Israelites, an attempt is made to conform with God's original intention that humans should be vegetarian, even if only indirectly by restricting their diet in this way. As Professor Baruch Levine expresses it, the diet of these permitted animals would ensure that nothing forbidden to the Israelites as food has been eaten by the living creatures themselves. Ideally, human beings should be sustained by the produce of the earth. The strictness of the definition of what is a clean animal is emphasized by excluding those which have only one of the two necessary characteristics. This points to a possible underlying principle that has been explored by the anthropologist Mary Douglas in her groundbreaking book, Purity and Danger. The dietary laws come within the biblical category of kedusha, holiness, which Douglas equates with two values: separateness and wholeness. This latter includes the requirement to align oneself with perceived categories in the world created by God, and not associating with whatever appears to cross boundaries. The lists of permitted and forbidden animals in Leviticus and Deuteronomy classify creatures according to whether they live on land, sea, or in the air. In this they follow the three domains established by God in the creation story. Permitted animals are those that have the appropriate means of locomotion to suit their natural environment. So fish are defined as having fins and scales, which excludes crustaceans that live on both land and in water. Birds have 2 legs and fly, excluding most insects. Land animals should walk on 4 legs, excluding all animals that crawl, creep, or slither. Moreover, certain animals and birds are specifically listed as forbidden, and these are hunters or scavengers. Following Levine's classification, it is the range of their diet beyond the simple vegetarian that would exclude them. However, there may be another dimension. Abraham is the progenitor of the nation that Israel is to become. A question arises in each generation as to which of the offspring is to be the bearer of the blessing and the mission. Isaac replaces Ishmael, who is destined to be a man of conflict, according to Genesis 16:12. Jacob, the dweller in tents, is chosen over Esau the hunter. The selection process has ruled out those engaged in violent activities. Perhaps the choice of permitted food intends to condition the people of Israel as those committed to certain pastoral and domestic values. In addition to these listings of permitted and forbidden foods,
a variety of other individual biblical verses or sections introduce qualifications of the conditions associated with food. For example, one law is puzzling, both as to its actual meaning and as to how to fulfill it. It is found 3 times, twice in the book of Exodus, once in the book of Deuteronomy. The text reads, "Do not cook a kid in its mother's milk." The threefold repetition of the verse made it a significant proof text for a major rabbinic set of dietary laws that we will consider below. So now, the rabbinic interpretation of the dietary laws. The canonization of the Hebrew Bible is part of the responses to radical changes in the situation of the Jewish people. The process begins after the first exile of large parts of the population following the Babylonian conquest, and then the subsequent restoration of national existence under the Persian Empire. The experience of exile, with the loss of land, political autonomy, and the sacrificial cult, led to the creation of alternative political and spiritual structures so as to maintain a sense of national identity. The process was further developed following the Roman destruction of Jerusalem and the Second Temple, and the further scattering of the people throughout the known world. The latter coincided with the development of the rabbinic leadership, which based its authority on the tradition that an oral law was given to Moses by God on Mount Sinai at the same time as he received the written law enshrined in the Hebrew Bible. In response to the destruction of the temple and the end of the sacrificial cult as the central means of maintaining the national and individual relationship with God, certain radical transformations took place. The synagogue emerged as the unifying center for the exiled communities. The Hebrew Bible, as the direct word of God, became the source for all subsequent developments in matters of Jewish law, but as mediated and interpreted through the traditions of the oral law developed and authorized by the rabbis. Prayer and study became the substitutes for the sacrificial cult. But the sacrificial cult itself did not entirely disappear. Rather, it became democratized and domesticated, with the father presiding over the family table, replacing the role of the priest. It is in this context that the dietary laws underwent their radical transformation and expansion, and responsibility for maintaining them became the task of every household. The list of permitted and prohibited animals remained. Perhaps the best known aspect of dietary laws amongst Jews is the prohibition of eating pork and pork products. But the number and range of limitations on what may or may not be eaten increased considerably, depending on the degree of traditional Jewish beliefs and practices to which one adheres. With the absence of the sacrificial cult, maintained by a professional priesthood, the issue of how animals should be slaughtered became a matter of major concern. Deuteronomy 12:21 allows for people to slaughter their own animals in certain circumstances, as God has commanded you, he says. But no such detailed commands are given in the Hebrew Bible, so they are understood to have been given in the oral Torah, the oral tradition. Effectively, the laws of shechitah, ritual slaughter, became so complex that only a trained and licensed individual, a shochet, slaughterer, could perform them. In the act of slaughter, the trachea, esophagus,
and the large blood vessels in the neck should be severed in one swift cut, using a special sharp knife with no imperfections, chosen to be of the right size for the animal. The rapid loss of blood to the brain fulfills the intention of causing minimal suffering to the animal. The body must then be examined for any blemishes that would make it unfit for consumption, as required by the dietary laws. In addition, there are two items of the body that may not be consumed: certain parts of the fat, and, as indicated in Genesis, the blood. The removal of blood may be done at the time or carried out domestically, either by broiling or salting the meat. A further requirement is also based on a biblical narrative. When the patriarch Jacob wrestled overnight with a divine messenger, he ended up limping. And the text concludes, "Therefore to this day, the children of Israel do not eat the sinew of the hip, which is on the socket of the thigh." This refers to the sciatic nerve that must be removed before that part of the animal is permitted. However, this difficult piece of dissection requires special training. If it is not undertaken, the hind quarters may be sold to a non-kosher meat market. As a reminder that taking the life of any living creature is not to be undertaken lightly, the shochet recites a blessing before he slaughters. "Blessed are you, Lord our God, sovereign of the universe, who makes us holy through his commandments and commands us concerning shechitah." While the actual slaughter of the animal is in specialized hands, the art of preparing food that is considered kosher is also hemmed in with qualifications that the householder has to address. Perhaps the best known example of this complexity is the forbidding of eating together in a meal meat and milk. The origin of this prohibition seems to be unknown, but the rabbis found a biblical peg on which to base it in the threefold repetition of the verse noted above about not cooking a kid, a baby goat, in its mother's milk. However, another rabbinic principle becomes involved here: the requirement to make a fence around the Torah, the revelation of God. This means that in order to avoid breaking a particular law, other laws should be created as a fence around it to prevent any likelihood of this happening. Therefore, in order to ensure that any mixing of milk and meat becomes unlikely, separate utensils, dishes, and cutlery are used for milk and meat products, which are to be washed and stored separately. Since there are additional dietary considerations during the festival of Passover, connected with the prohibition on eating leavened bread or derivatives of it, a further set of implements should be used. These concerns extend to any foods that can be bought from public outlets, so that an entire industry exists to supervise the preparation of foodstuffs and certify them as kosher, so that observant traditional Jews feel safe in eating it. Clearly, the more stringent the prohibitions one accepts, the more difficult it becomes to eat in the homes or restaurants of others. And some would argue that the wish to maintain a separate Jewish existence is part of the rationale behind it. As to eating itself, since meat takes longer to digest, a period of up to 6 hours, depending on different Jewish traditions, should pass before milk may be eaten. Conversely, after a milk meal, a period of up to an hour may be required. All the above only touch the surface of the complexity of the Jewish dietary laws. For example,
since eating of insects is strictly forbidden from the biblical lists, what happens if vegetables, all of which are permissible, contain a small infestation with insects? Now, rabbinic debates consider whether it is enough simply to remove those visible to the naked eye, or should optical instruments be used to be absolutely sure. Conversely, perhaps another rabbinic principle should be invoked, whereby if food is contaminated by something forbidden that only amounts to less than 1/60th of the total amount of the food, its presence can be ignored. Despite this pragmatic option, elaborate and complex requirements are listed by some rabbinic authorities for the thorough cleansing of every conceivable vegetable. Clearly, a borderline exists between genuine piety, realistically expressed, and a potentially dangerous obsessiveness. Third section, the impact of modernity. The dietary laws could function effectively in the early rabbinic period because Jewish communities tended to exist within a closed system, guided by rabbinic authorities. At first, local communities followed their own traditions and customs, with guidance provided by local centers of rabbinic studies. The Middle Ages saw the advent of codifications of Jewish law, with responsa from leading rabbis to deal with new questions that might arise. But with the advent of printing and the ready availability of fixed legal compilations, much of the earlier flexibility went out of the system. The rabbinic developments of the dietary laws have tended to be subsumed under the general view that they are commanded by God and therefore not to be seriously questioned. It is very difficult to make changes within the system itself because one runs up against major questions of the authority of rabbinic bodies that must ultimately rule on such matters. Since rabbis and their institutions are jealous of their independence, whether locally, nationally, or internationally, religious debates are also bound up with political dimensions. Moreover, the existence of the State of Israel and the authority it has granted to its Orthodox rabbinate has added an additional dimension of political power relative to the authority of Orthodox communities in the diaspora. But all such issues are acted out against the changing nature of Jewish identity and community in the wake of the European Enlightenment and emancipation. For Jewish communities in Europe, emancipation meant the gradual removal of Jewish disabilities and the recognition of Jews as entitled to full citizenship, equality, and rights. Beginning in the late 18th century, it enabled Jews to integrate into their societies as individuals. Effectively, this broke open the closed inner world of Jewish life as a society within a society, regulated by Jewish law under rabbinic authority. The effect was for Jews to be able to choose whether or not to identify fully with Judaism or fully to assimilate to the wider society, or else to find some compromised position between these two extremes. Moreover, since Judaism is a complex mix of peoplehood and religion, it became possible to identify as a Jew on family, historical, political, or cultural grounds, while choosing to ignore the framework of Jewish law. In this situation, a variety of religious movements emerged, from those virtually dismantling all but what they considered to be essential Jewish values within the Jewish legal tradition, to those committed to maintain the fullest adherence to traditional practices. Among the laws that were challenged
the complex dietary laws are often the first to be abandoned in the quest to integrate into the wider society. The grounds for doing so range from their inconvenience and cost to the absence of an acceptable rationale for keeping them. Perhaps today, the greatest issue in this area is simply one of indifference, which goes so far, paradoxically, as a readiness to include the occasional or regular eating of kosher or kosher-style food as a very weak marker of a Jewish cultural identity. Yet, if the Jewish dietary laws may be of relatively little interest to some Jews, they nevertheless express a central part of the core practice of Orthodox Jews, and in amended but equally committed versions to Jews within the broad non-Orthodox religious spectrum. Therefore, it is very serious to an active Jewish lifestyle that a central aspect of kashrut is under attack from individuals and groups, motivated particularly by concerns about the actual process of shechita, the slaughter of animals. They argue that the method by which kosher, and often in parallel halal meat, is slaughtered causes significant pain and distress to animals, and therefore should be banned. Organizations concerned with animal welfare argue that the animal should be stunned prior to the act of slaughter, something unacceptable to Jewish law as it would produce physical damage, thus making the animal unfit. Studies and experiments have on the whole justified the argument that the Jewish method is virtually painless, and conversely, methods like pre-stunning are not foolproof in this regard. Moreover, the handling of the animal prior to the slaughter and the care that is shown are also important factors in the degree of suffering. One Jewish response to such criticisms has been the promotion of the concept of eco-kashrut, a term credited to Rabbi Zalman Schachter Shalomi. It is part of the infusion of environmental issues into mainstream Jewish life. Thus, the way in which animals are raised, the human and environmental costs of food production should be taken into account when deciding on what food to eat and what values should be part of a kosher diet. The civil and citizenship rights received by Jews as a result of emancipation, however, did not mean the end of anti-Jewish sentiments within European societies, influenced by 2 millennia of Christian teachings. Rather, in the early 20th century, a new kind of racial anti-Semitism appeared in the changing economic, social, and political climate. It was to reach its climax in the rise of the Nazi Party in Germany and eventually the death of 6 million Jews in the Holocaust. In the 1880s, anti-Semitic political parties allied with animal protection groups to campaign for legislation to ban Jewish ritual slaughter in Switzerland, Germany, and Scandinavia. Different circumstances in different countries over the 20th century led to the banning of shechita by the imposition of the requirement of stunning prior to the act of slaughter, or related provisions in Norway, Iceland, Denmark, Latvia, Estonia, and Finland. The European Union Directive, the European Convention for the Protection of Animals for Slaughter, generally requires stunning before slaughter, but permits member states to allow exemptions for religious slaughter. But recent decades have seen increasing attempts to ban all ritual forms of slaughter in European countries, both Jewish and Muslim. From a Jewish perspective, it is difficult not to see in this a further expression of a new rising wave of anti-Semitism in Europe, coinciding with damage done to Jewish monuments and buildings and
and attacks on Jews. Moreover, Jews are particularly concerned that this is only an opening stage in an assault on the right of Jews to perform ritual acts like circumcision, and in general to make life difficult for Jewish populations. But from a broader perspective, it belongs to wider concerns and prejudices related to the growth of immigrant populations in European countries, new and growing nationalistic political movements, and an accompanying Islamophobia. So, some concluding thoughts. The Jewish dietary laws represent a key pillar in Jewish religious and institutional life, irrespective of the degree to which individual Jews may adhere to them. They are part of the uniqueness of Judaism. It seeks to view all aspects of life, physical and spiritual, individual and collective, as part of a coherent whole. At their best, apart from the disciplines they impose on our eating habits, the dietary laws embody principles such as Sa'ar Ba'ale Chayim, preventing unnecessary suffering to animals, even in the extreme situation of taking life. Perhaps there is still within them an echo of the idea that the choice of permitted animals is part of an attempt at the physical embodiment of domestic and pastoral values within the Jewish people. More generally, the traditional recital of blessings before and after eating is a constant reminder never to take for granted the food that we have been given or the earth that has yielded directly and indirectly its harvest, or the source of life, however we imagine it, that sustains us. Thank you. マゴネット先生、どうもありがとうございました。それでは引き続きまして、小田淑子先生から、イスラムの戒律、食物規範を中心と題しまして、ご講演をいただきます。小田淑子先生、どうぞよろしくお願いいたします。今ユダヤ教の食物に関するコーシェル説明がありまして、ユダヤ教の食物規定については日本人はおそらくほとんど今日初めて聞かれた方が多いのではないかと思います。イスラムのハラールという言葉は最近ようやく少し知られてきました。でレジュメの方は私はもうぐっと簡単にイスラムはそのシャリアというものに決められているそのシャリアのことを最初に少しまとめて2番目に簡単に食物規定について書いて最後にその意味について犠牲祭な感じで書いてるんですけども最初にイスラムの食物規定のお話を少し具体的にしていきます。そしてその意味についてシャリアを少し説明いたします。で最後に日本の場合とかあるいはそのいわゆるハラルではないけれどもイスラムムスリムたちの食事あるいはその食生活の中で必ずしもハラルよりも断食だとか犠牲祭が持つ意味について少し説明した上で最後に日本におけるムスリムたちそして日本人とそういう食物の関係についてまとめをしたい。原稿なしのあれで申し訳ないんですけどもこのような形で話をさせていただきます。イスラムの食物規定というのは一番最後のところにクルアンの関連した言葉を少し挙げていますけれどもユダヤ教に比べると非常に簡単です。基本的には死んだ肉死肉ですねいわゆるその原因が分からずにいわゆる屠殺をせずに死んでたものは食べないそれから豚肉を食べないこれはユダヤ教の共通です。で、アッラー以外の名前を唱えられて葬られたものも食べてはいけない。これが意外とそのクルアンではね、コーランでは割と何度も出てくる禁止なんですね。それは後の方で少し書いたんですけども、それは理由がありまして、先ほど食物規定というのは歴史的状況と関連するんだという話が
マゴネット先生のお話にあったのと同じで、クルアンがムハンマドによって伝えられていた当時、つまり7世紀の半ばには、つまりまだムスリムというのは、これは本当に私たちがコーランというとムスリムのための聖典だと思ってしまうけど、一番最初クルアンの啓示を聞いたのは誰か。ムスリムではないわけです。まだアラブの多神教徒だった人たちに啓示が行き渡る。それを聞いてムスリムになったわけです。ですからクルアンというのは私たちはすぐにムスリムのためのもんだと思ってしまうけど、一番最初の啓示はまだムスリムではない多神教の人たちに啓示が渡ったわけです。そのことを考えると、なぜそのコーランの中にアンラー以外の名前が唱えられて送られたものはいけないっていうのは、その当時のアラブ人、ムスリムはまだ少数派で、大多数のアラブ人たち、コーランを聞いてる人たちは多神教徒だった。だからその人たちの肉、その人たちのための肉を食べてはいけないよというのが、そのクルアンでは強調されていることになります。ところがですね、これがもうムスリムの共同体というのが、もうムハンマドが生きてるうちにイスラムの場合は成立します。でユダヤ教との非常に大きな違いは、イスラムは独立した共同体をその政治的にも確立させた。でムスリムだけの多数派の共同体ができたはずです。そうすると、例えばもう具体的に行かれたら、中東行かれたら分かると思いますけど、豚肉食べたくても買えない。分かります？もうムスリムが多数派の社会になってしまえば、もうイスラムの世界で売っている調味料も肉も全部ハラールなんです。ですからアラーの名前が唱えられずに売られたものというのは、そんなもん探そうと思ってもなくなってくるわけです。その意味ではクルアンで非常に強調されている問題と、実際のムスリムたちのハラールの規定というのはちょっとズレができてくることになりますね、ある意味でね。これはもちろんよその世界へ行ったら問題になってくるわけですけど、クルアンのテキストの中にあるアンラーの名前以外で、つまり別の神に捧げられた肉を食べてはいけない。これが強調される理由は歴史的背景だけど、ムスリムの共同体ができてしまって、大多数のムスリムはもうそこの社会の中で暮らしている限りはほとんどハラールを食べているわけです。ですからほとんどそんな心配しなくていい。それがイスラムとハラールの問題です。その意味ではハラールと私も今回マゴネット先生の講演で知ったことですけど、屠殺の方法ね、いわゆる血を出すとか頸動脈とか随分似てる。しかも動物に苦しみを与えないためにナイフをきちんと研いでおくとか、そういうマナーがある。それはイスラムも同じです。非常に似ているところを持っているというふうに私も感じます。でハラールという言葉が、この頃ハラールフードというかハラール認証という言葉が知られるようになってきて、日本人は下手するとハラールというのは食べ物のことなんです。コシェルとかっていうのが食べ物のダイエタリールール、食事の規範だというふうに書いてあるから、ハラールもそうだと思いがちですけど、イスラムのハラールというのは許されたという意味であって、食物までは意味しません。ハラールフードというハラールのフードというわけですね。ハラールのミートであるわけ。ハラール自体は許されたという一般形容詞です。そこがちょっと意味が違っているということですね。で先ほども言いましたように、イスラムの規範というのはユダヤ教に比べるとずっと楽で、肉の部分のどうのこうのということほとんどないし、要するに豚肉とラード油を食べないということぐらいなんで、調理方法も先ほどのミルクと肉を一緒に煮ないとか、そういうこともありません。ですからいわゆるイスラムが成立してしまった後は、ムスリムたちはその共同体の中で暮らす限りは、どれがハラールかということをほとんど気にせずに暮らしてきたと思われます。でここにね、非常に大きな違いがあるのは、ユダヤ人たちは先ほどの説明にもありましたように、早い時期に、特に77年のディアスポラ、いわゆる離散の時代に入って、それまでも本当に独立国持ってたのはユダヤ教時代
代限られますし、とりわけその77年ローマ帝国には敗れてから1948年にイスラエルができるまでの離散の時代、この時代の一ユダヤ教徒というのはいつも多数派のキリスト教とか多数派のムスリムの社会で絶えず少数派として生きてきます。でそういうその多数派が異文化、異なる宗教が多数派を占める社会で少数派が暮らす時には少数派の人たちは自分たちの規定、宗教的な規定というのに非常に気を配らなければいけない。それがユダヤ教の場合が非常に食物のルールが、厳しいことに加えてですね、彼らのあれが厳しいだけではなくて、もしもユダヤ教徒だけの社会がもう本当に成立してるんであればもう少し楽だったのかもしれないけど、余計に気を使わなければいけないということがあったということです。でそこのところはその意味ではね、食物規範というのは私もずっと考えたんですけど、要するにその子供であっても、これは宗教というのは哲学と宗教の違いの一つは何かと言われる。私が言うのは宗教は子供に教える。でも哲学は基本的には子供にも教えません。共同体があるかないか、家族で世代間伝承していくのが宗教で、哲学は基本的には大人の世界で子供にまで教える。そこは違うと思います。でその意味ではそのユダヤ教徒の子供はユダヤ教徒に、ムスリムの子供はムスリムになって親がそのように育てていくわけですね。それが宗教なわけです。ですからその意味ではユダヤ教徒の子供たちは常に子供の時から僕は10だからこれは食べない、君とこの家のものは食べないということを、その意味では宗教をアイデンティファイする、自分はどの宗教であるということを子供の時から言わなきゃいけない。日本人からしたら辛いですよね。そんな宗教を言わなきゃいけないなんてと思ってしまうと思います。でここのところにやっぱ何でもないけれども、宗教というものの日本人が逆に宗教のアイデンティティが非常に弱いのは何でも食べられて、どこ行っても何でもいいって言って、こういうふうになってくると宗教のアイデンティティが言いにくいのは事実です。ですからユダヤ教の場合の食事のルールがより厳しい、またその厳しいことがユダヤ人をユダヤ人にする。私はこれ来た側からシカゴの時に聞いたんですけど、ジェイコブ・ヌースナーから2つのものが1人の銃をベイビーあるいはマンをtwo things make a man or a baby a Jew。 Jewです、ユダヤ人です。信仰、faith and law、法ですね。立法、信仰と立法が一人の人間をユダヤ教徒にする。でこれがねもちろん信仰だというふうにキリスト教の特にプロテスタントなんかだと信仰にウェイトをグーッとかけてしまいます。しかしやっぱりその信仰というものだけではない。ユダヤ教の場合も本当にあそこまでユダヤ人のアイデンティティ守れてない。ある意味で食事という非常に分かりやすい、子供の時から僕は10だ、私は10だからあなたとは一緒に食事をしないということを言うこと、そういうその生活規範がアイデンティティ、宗教的アイデンティティを良くも悪くもかもしれません。そんなものがあるから争うんだというふうに最後のところにありましたけど、そういうことでもあるけれども逆に銃であるということのアイデンティティを非常に作りやすくした。それは今日のムスリムでも言えることなんです。ですから食事のルールというのは大事なこととして、そのムスリムが多数派の社会ではほとんど意味を持たない。特に簡単だということもあるけども意味を持たない。ムスリムが日本で暮らすときはハラールが問題になる。ユダヤ人の場合はもう長年の歴史の中でその多数派に囲まれていたとき、ユダヤ人にとっては食物というのが、食事の規範というのが自分が銃であることの確認の手段でもあるし、そういう意味を持ってたというのが非常によくわかると思います。ですから日本人の場合はこれまた本当にないというのが大数派なんでちょっとややこしい、一番最後に触れることにします。ですからイスラムの場合はムスリムがその外の世界、つまりキリスト教徒の今日だったらいわゆるヨーロッパ
欧米なんかで、欧米よりもアメリカよりも今ヨーロッパの方が多いと思いますけど、移民として暮らすあるいはその今ちょうど始まった日本でムスリムが暮らし始めた時にハラールの問題が起こってくるわけです。でそこでですね、気がつかれた方がどれぐらいいらっしゃるか、タイミングが良かったんですけど、朝日新聞がここ2週間、10回にわたってハラールをたどってという連載をしてたの、気づかれた方どれぐらいいらっしゃいますか？割と少ないですね。私としてはこの話をすることになってたんで非常にタイミングがいいと思ってて、で、その話を少しね、つまり日本でハラールというのが、ようやく少し認知されてきた。多分ここにいらっしゃる方はハラールという言葉おそらく全員ご存知でしょうと思うんですけど、大学、先ほどもお話ししてたら同志社大学の学食でもハラールフードが提供される、兄弟もそうですね。もうようやくです、本当に。私が学生時代なんてムスリムもいたけども、そんな交流全くなくて、で私は80年代ぐらいですけども、アメリカへ留学した時に初めてその同じ学生の食堂でポークが出る時には必ず横に鶏料理がチキンが入ってて、This is pork で for Jew and for Muslim、必ずチキンがオートナティブでチョイスができる。その時に私は初めてこういうことを意味する、日本では考えたこともない。特に私なんて外大にいましたから、海外からの留学生いっぱいいてる。そんな大学でもそんな食事のための配慮するなんて日本では考えてもいない。そういうぐらい、それと同じ時期にアメリカ行ったら「This is pork」とかってちゃんと書いてあるんですね。でラマダンの時はちゃんと遅い時間に食べられるように特別にパックされたご飯を渡したりとかね、そういうことをやっていた。でそういう意味で日本っていうのはそういうことが非常に遅れてたのが、ようやくハラールという言葉は知られる。ただこれがまた問題は波乱ですということが書いてありまして、この10回のシリーズなかなかよくできていたと思います。一番最初はマレーシアからの留学学生を預かる、豚肉食べたらいけないんだなと思ってる程度の知識の人が聞いてみると、なんかその豚肉由来のもので混ざっててもいけない、あれもダメこれもダメなんていうその戸惑いのところから始まるわけですね。でそこから実際に日本で暮らしているムスリムたちがどんなふうにして暮らしているか。でちょうど断食がもうちょうどこれが始まるちょっと前に断食が始まったんで、断食の時にどういうふうに暮らしているか。で断食というのは日本人からするとただただ厳しいだけで、特に日本人は本当に私思うんだけど戒律嫌いです。戒律と聞くだけに日本人は戒律に慣れていないから、もう戒律と聞くだけでこの現代の近代化した時代になんでそんな宗教的に拘束されんねん、不自由やって日本人は思ってしまうわけですね。でもそうではなくて、むしろ喜んで従うという面もあるし、今回のこのシリーズの中で私は実はイスラムは研究してるけどムスリムではありません。その意味でこの非常に素直なムスリムの感情がね、でムスリムたちにとっては断食を頑張るというのは神様が来てるんだ、今神に見られてるんだから頑張るんだというようなもんなんだよってこの一人のムスリムが言ってるわけですね。その感覚、つまり今の日本人の多くの日本人にとっては神が見ているよって、このシリーズの中でちょっと前まで多分皆さんも聞かれたことはあると思います。ちょっと前までの日本人は悪いことしちゃいけないお天道様が見てる。日本では唯一神はいないわけで、仏を思うと神もいるんだけど、よく悪いことしたらお天道様が見てるよというね、どっちかというと儒教的なとこもありますね。天網開会にそうにして網羅さんというのは仏教でもそういうことを言うんだけれど、どの神とも言わないような神、お天道様が見てる。そんな感覚がムスリムにはあるよっていうふうに誰かが言っている。でムスリムたちにとっては神が見ている、神が自分を見ている、神に褒めてもらおうと思って自分は頑張る。その神を実感するというのがこの現代の非常に何ていうのかな、日本人からするとそんな恥ずかしいみたいな、日本人は多分恥ずかしいと思ってしまう。こんな時代に神ってテレッとよう言わないかみたいな、それが日本人の感
その断食だという時にその神を思うっていうことが非常に素直に出てくるというのがその一つの心の中の特徴でした。でそういうそのムスリムの生活、そしてそのいわゆる子供ができた時給食でハラールをどうするか。でこのハラールの考え方が実は2つありまして、まあ日本で暮らしてる、つまり先ほど言いましたようにムスリムが大多数でない社会で何がハラールかハラールでないかっていうのはその豚肉とラードを使ってるか使ってないかっていうのはまあ割とすぐ分かる、素材としては分かるんですけれども、難しいのは例えば天ぷらを揚げるのにラードの油を使ってるか使ってないか、もっとややこしいのはそのパンの中のショートニングといういわゆる油分なんですけども、それに豚由来のものが入ってるかどうか、でそういういろんなことをその考えていくと日本で食べられるものがすごく少なくなってくる。だから味噌や醤油もいわゆるアルコールを使わない醸造だけのものだったらいいんだけど、アルコール分を入れて製品大量生産をしていく。そうするとアルコール分が入ってるとムスリムはダメだと言ってしまう。でこの中でも書いてあるんですけども、ハラールというのをそのムスリムのためだけのものだと考えてハラールに厳格に従おうと思うと、味噌でも無添加と添加して大量生産するよりは無添加っていう、無添加だったらムスリムでも食べられるけど値段が高い、あるいはその絶対これはハラールの認証が取れてるっていうような食材を使おうと思うと高くなるわけです、値段。そうするとね、ムスリムの人たちってやっぱり日本で裕福というより日本ではやっぱりどちらかというと一生懸命働いてる人が多いわけで、そういう人のために食べさせてあげるためにハラールの食べ物を作るんだと、安く作ってあげたのに普通の品よりも高い値段になってしまう。そしてまたそのより高いものは安全ではあるんだけど、日本人もわざわざハラールのものを食べようとすると商売が成り立たない。だからその日本でハラールを厳格に守っていこうと思うと割高になってその経済的にうまくいかない、なんかおかしいということを言ってるわけですね。でそれに対してそのハラールという、もう一つはそのハラール認証というものが多分皆さんこれは聞かれたことがあると思う。時々レストランでもこの上できますハラール認証取ってるんやうちはという。でこれも考えようなんですね。だからそのハラル認証を取ろうと思うとここの中でも書いてありますけども、単に素材じゃないんですよ。その製造ラインで絶対その豚肉のものを使ってないかとか、もうひどい場合はその倉庫からロジスティクスのそのトラックからそういう豚ハラール系のハラールに反するものは全部使ってない。もうこれはコシェルのお皿もあれも肉用とミルク用と分けるみたいな世界に近づいてくるわけですね。それぐらいその厳しくしてないとハラール認証を与えない。でそのハラール認証があるとムスリムは安心してくれるんだと言い始めたんだけど、で、実際にそのハラール認証というのがある程度日本でも浸透し始めているのが現在です。ところがこれに対して一番最後の3回ほどで疑問が呈されています。私もこれは疑問に感じます。つまりハラール認証がなければムスリムは食べてはいけない、違うんだ。でこれは大事なことなんですけども、ムスリムが10人見たら10人違うんですよ。もう本当にハラールに対してもううるさいっていうぐらい守る人と、いいよいいよここ日本だから、特にここ日本なんだからそんな厳格にしなくてもいい。多くのそれはね、信仰の度合いがだから一部の人はそのもうハラールに厳格な人は信仰深い、ハラールいい加減なやつはいい加減な、そうとは限らないわけです。でもそうだってハラールの先ほどの認証の度合いだけでやっていくとハラール守る人だけが正しい熱心なムスリムで、ハラール守らないのはいい加減だになってしまうんです。でもそうではなくてムスリムとしては本当に先ほど言ったような神様が見てるから頑張るんだよって言ったムスリムなんかは、いや日本でだからそんな普通の醤油だ普通の八百屋で売ってる野菜は全部ハラールだよと、神が作ったもんハラールなんだよ。そのトラックに豚が乗せられてたかもしれないけど、そんなことは構わない。いうムスリムも多いわけです。ですからこの非常に大事なポイントは、ムスリムでもユダヤ人でもヒンドゥーでもとにかく多数の人を知ってほしい。少数しか知らないときは
少数の1人しか知らない人をスタンダードにしてしまいます。これは女性に対してもそうです。女性に対してももう私も経験があります。昔まだもっと少なかった時代に女性が大学職に私もいたわけですけど、なんかちょっと人事をやって失敗する。どういうふうに言うか。だから女取るなって言ったんだよ。男取ったってあんたら失敗してるやん。男の場合どういうのって、いや男の場合あいつはダメだ。男は個別なんですよ。女の場合は女一般にされるわけです。同じことが日本人、ムスリム、ユダヤ人に起こります。少数しか知らないときは、その少数例をこれが日本人なんだ、これがユダヤ人なんだ、これがムスリムなんだ、極端例でしかないのにそういうふうにしてしまいます。だからこれは基本的にはどこの人にも当たる少数者、今の同性愛だとかああいう問題もそうだと思います。少数がしか知らないときに得意なものだと思うんですね。ブラック問題なんかも非常に似た性格を持っています。一人しか知らないときも怖いとかね、乱暴だとかいうことになってしまいます。その辺の違いということを知っておくことが非常に大事だと思います。そのことをまず共通の問題として少し領域を超えますけれどもお話しております。ですからハラールについて知られてくるようになってハラールに気をつけてあげることはいいんですけれど、ムスリムにもだから大きく分けると2種類ある。どうしてもハラールでないと困るという人と、もう一旦私も経験があってトルコ人でしたけどもうどん屋へ入ったらここの店天ぷらうどんの天ぷらにラードを使ってるかどうか聞いてこいって、そこまで言わなくてもで聞いて使ってまたそれが使ってるなんですよ。使ってるって聞いたらもうそこの店のものを食べようとしないんですね。でも私はその時に私はもうお腹が空いてから食べるんですよ。あんた食べないから自由。それは私の学生にアテンドさせる時にそれは言いました。彼は彼の自由にさせてやる。食べない時は食べなくていい。だけど日本人の学生でお腹が空いてる時はあなたは食べなさいと。そういう付き合いでない付き合いができませんよ。逆にそういうふうにして付き合っていくことを知ってほしいわけです。だからどちらかに合わせなきゃいけない。だからもうムスリムと付き合うのは面倒だなんのが一番困るわけです。ですからムスリムにも差がある。厳格なムスリムと緩いムスリムがいる。でムスリムと付き合う時のルールというのはその人の気持ちのいいようにしてあげる。でだけどこちらも無理してまで合わせてたら付き合えない。それがやっぱり一つの食事のルールに関して学ぶべきことの大事なんだよ。ハラールに関して。だからハラールを守りたい人のためには最大限守るようにしないことだし、食べたくない時は別にしてくれって言ったらいい。だけども食事はじゃあ君たちと一緒にしないって言った人を全てから排除してはいけない。他のことは一緒にできることいっぱいあるんだからそれをやらなきゃいけないわけです。日本人はそこが下手なんです。もう食べ物あいつらと付き合う時食べ物が食事の時は分かれんやったらもう付き合うの嫌やから呼ぶのやめよう。要するに日本人はまだその程度なんです。ですから少数派の社会の大多数、日本人が今大多数でいる時ハラールという問題を今回のシリーズは割と上手に伝えています。できたら新聞図書館に行けば古い新聞読めます。朝日新聞の、これ近畿版関東どうだったか分かりませんけども近畿版でここ2週間10回にわたって夕刊に掲載してます。いずれ私もこれが論文になるときは少しそのことにも触れるつもりをしています。そのことがとにかく一つ大事だと思います。でちなみにイスラムの世界について話をしますと、イスラムの世界というのは最初の時からユダヤ人とキリスト教とはいわゆる同じ神を信じている敬天の民であると。これはもうコーランの中でそういうふうに認めていまして、強制を一応改宗を強制しない。多神教に関してはイスラムは厳しかったです。先ほど言ったようにもある意味で征服しようとしたし武力を使ったし回収させるかもう
嫌がらせとか打ち返したわけですね。それに対してユダヤ教とキリスト教徒に関しては仲間として、仲間というか一応一神教として扱っているわけです。ですからユダヤ教徒はイスラムの世界では少なくとも余分なお金税金を払わなきゃいけなかったけれどもユダヤ人としての自治イスラム法というのはイスラム・ムスリムだけに適用されるものでユダヤ人やキリスト教徒には適用されない。それをユダヤ人はユダヤ人のその法を守ってらっしゃる。そういうことが熟成されていた。日本人からするとよほど強制のルールはイスラムの方が、成熟していたというべきです。で実際にムスリムたちはそのユダヤ人たちゾロアスター教徒もいたし、それからキリスト教徒もいた。そういう人と共生することにおいてはルールが出来上がっていたというふうに考えるべきです。それはね、やっぱり今のそのイスラエルとパレスチナの争いだけを見ていると、日本人はもう本当にこれまた浅はかにも2000年にわたって争ってきてって言ってしまうけど、そうではない。近代化が始まる前、ヨーロッパが中東に押し出してくる前はもう少し平和に暮らせるし、ヨーロッパよりもユダヤ人と仲良く決していい面ばかりはありません。ムスリムもやっぱりやや差別的に扱ったこともありましたけど、でも少なくとも多数派だったムスリムは少数派であるイスラエルの人たちやキリスト教徒をそんなにひどいいじめ方はしていないということは覚えておいてほしい。でその例として私はちょっとイランへ2001年2年ぐらいですかね、小さな町です。大昔にそれこそヒラリー・クリントンが来たことがあるんだってまだ議員になったかならないか。要はそのムスリムとユダヤ人が一緒に暮らしていた場所だということで視察に来たことがあるんだよって聞いて、今そこにいるユダヤ人の大半はイスラエルへ帰ってしまって、もう本当に残り少ないユダヤ人がいたので、その人はグロッサリーのちっちゃな食品店のおじいさんでした。でその人が「いや俺はJewでユダヤ人でみんなムスリムの人も俺のところで肉も買ってくれるんだよ。だけども食事だけは絶対に一緒にしない。」それは先ほどあったようにミルクと肉を一緒に煮ないだけではなくて、その皿から鍋から分けるわけです。そうするとその鍋、今回はそのミルクだけの料理であっても、この鍋で肉煮てないかと思ったらそれは食べられへんだよというわけですね。だからそういう意味でそのユダヤ人の本当に厳格なのはシンクも別だし食器棚も別だし、肉用ミルク用がパチンと分かれてるというで、そういうのがあるから一緒に食事はしない。だけども他のことは協力し合うし、こういう関係です。要するに地域のコミュニティの中で彼は暮らしてるわけ。経済的にグロッサリーやってるわけ。だけどもユダヤ人だよっていうとかみんな知ってて、こことかユダヤ人だから儀礼は違うし、食事の時も別途で、また何かの時は一緒に、こういうことができるようになることが望ましいです。日本人は全部一緒でなければ、一緒に飯食えんのでなかったら一緒仲間に入れてやらない。飯が別のやつはもう別や言いがちです。今の日本人のスタンダードです。これは日本人が変わらなければいけないの一つですね。中東に学ばなければいけないところの一つです。さあそれからですね、最後にその食物規範の意味ということなんですけど、この最初のところにユダヤ教のコーシェルとイスラムのハラールに関する法の理解という言葉が入っていたために、私はシャリアのことを少し触れようと思いました。レジュメのところの一番最初のところに書いてあります。確かにシャリアというのはイスラミックローと英語でも訳してしまうんですけども、必ずしもそのローという言葉をルールだと思ってしまうと間違う、いわゆる近代的な法律だと思ってしまうと間違ってしまいます。でそれはそのシャリアというのは何かというと、もともとの道は道ですよね。命に至る道という。まさにシャリアに従うっていうことが救いに至ること、天国に至る、天国を勝ち取るとも言いますけど、そういう道なわけです。で、神が与えてくれた道である。でそのシャリアというのはムスリムの行動全般に関わる。大きく分けると基本的に義
と社会規範に分かれます。でもう一つ大事なのが、儀礼規範に関しても社会規範に関しても決して義務と禁止だけではない。法の場合は義務と禁止だけなんです。それに対して義務と禁止の間にいわば道がね、ムスリムがたどる道に道幅があるわけです。義務と禁止が両多極端です。そこを落ちたら、路肩落ちたらもう事故だよというね、両路肩があるんだけど、間、道幅だからその行うことは望ましいけど、行ってしまっても罰せられない。逆に行わないことが望ましいけど、行ったところで罰せられない。真ん中は実はどちらでもいいもの。こんなものは普通の意味ではシャリアの規範とは呼びません。それがなぜシャリアに入っている？ムスリムがたどるべき道幅がある道なんです。でそれはね、シャリアに従うというと、私たちはどんな窮屈なことかって、日本人は思ってしまうわけです。じゃあ日本人に聞きます。あなた方いつも六法全書を意識してますか？ほとんどの人は六法全書なんて知らないし、知らなくて生きていけるわけです。それと同じです、ある意味では。ほとんど普通に暮らしてる限りは、六法全書ってその法を意識するのは違法になるかどうかのギリギリのね、あるいは義務に反するかどうかのギリギリのとこだけで問題になってるわけです。大半のところは日本人が普通に暮らしてるのと同じ。シャリアってそういうものなんですね。だからシャリアをその法というふうに限定してしまうとちょっと同じというのが一つムスリムを理解する上で非常に大事なことの一つだと思います。ですからその食物規範というのも先ほどありましたようにハラールというのをその義務だとかね、禁止だとかものすごく厳しいところで捉えるのではなくて、ムスリムがたどるべき道で、これもこの連載の中に書いてある。何がハラールかというのは厳密には神が定めることでね、それをハラールの臨床をビジネスにする方が余計になんかいかがわしい、人間が決めることではないんだ。これはある意味で一つの宗教的な立場だと思います。ですからそのハラールかハラールじゃないかというのは義務か禁止かではない、ムスリムがたどるべき道で、そこのところにまたさらに個人差、そういうものとして非常に幅のあるものとして理解してもらうことがいいのではないかなというふうに私は思います。シャリアについて、イスラムの場合はそのいわゆるキリスト教でいう神による許しというね、教会で洗礼を受けるという仕方で教会がないし、許しを与えられるようなそのいわゆる聖職者、救いに預かれるような聖職者がいないから教会がないんですね。でそういうイスラムにおいて、じゃあ何がイスラム教徒をまとめてるのかって言ったらシャリアだと思います。シャリアに従ってる限りだから、そのシャリアというウンマっていうのは、そのウンマという言葉はそのイスラム共同体というんですけども、どこにあるのかって言ったら、実際にはムスリムが暮らしているところにあるわけで、中東で言えばもう大多数派をムスリムが占めているところは、それはもう属地方みたいなもので、そのトルコだとかイランだとかエジプトはもうそのシャリアがある意味でその統治している、シャリアによる統治ができているところがウンマ。ただ日本にいるムスリムはシャリアに従う、日本はシャリアに従う、そういうのを属人法、属人区っていう言い方を宗教ではすることがあります。人にの方が属するわけですね。だから日本で暮らしているムスリムは、これはもうユダヤ人もそうだったわけですけど、その土地の法律にある程度従わなきゃいけないところがあります。でもその一部分のところをシャリアには従う、日本ではシャリアに従わないけどムスリムはシャリアに従う、そういうふうにして、だからウンマというのは中東ムスリムが大多数占めてるのはそこをウンマだと言っているけど、日本にいるムスリムはムスリム個人としてウンマに属している、こういう関係です。でウンマはそのシャリアによる統治だという、統治ガバナンスですよね。統治だと言ってしまうと、実はこれ近代になってから非常に問題をはらむ言葉になります。確かにそのいわゆるイランだとかサウジだとかいくつか原理主義に近いところはそのシャリアによる統治だって頑張ってますけども、それでも完全にシャリアによる統治ではなくなってるし、ましてやその大多数のイスラムの国はシャリアによる統治をしているわけではありません。しかしながらこれがそのシャリアのすごいところで、
儀礼の規範に関しては、今ちょうどはその断食だとかそういうこれからいうお祭りなんかもそうですけど、ものの見事に全世界シャリアが生きています。その意味ではね、もう一つ触れておきたいことがありました。私たちはその法律と道徳を分けるのがより進んだ洗練された規範の体系だという考え方が、近代に馴染んだ人にはそうだと思います。要するにレガリテーとモラリテーとを分けるんだというふうな立場では、シャリアが儀礼の規範も食事の規範も行儀作法まで全部一括してまとめてるというのは、何その未文化な、なんかもうよっぽどその時代遅れの野蛮な社会の方みたいな印象を持ってしまっても仕方がないと思う。法律と道徳も切るわけるんだ、そこへまで儀礼まで一緒みたいな。でもこれは人間観というイスラムが持ってる人間観、信仰者はどこかの社会で経済活動をしている、子供を育てている、当たり前の話なんですよ。その一人の信仰者がお祈りもするし、結婚もするし、商売もする。それを全部一元管理しているのがシャリアなんです。日本のようにクリスチャンがあって、クリスチャンだけれども日本の法律に従ってると、家の葬式は不思議でやらんなんとか。だからある意味で信仰という問題を日本人は心の問題に引き寄せますが、それが本当にいいことなのか、その考え方はいろいろあると思います。ただ日本のように宗教は心の問題だよとだけ言ってると、クリスチャンの人が結婚してそこの家が仏式であったら寺との付き合いをしなきゃいけない。それは信仰の自由に反するんだよって言ってしなかったら、信仰の自由としては法律で保障されてるからいいけども、何あの人って言われかねない。だから宗教っていう問題は日本ではまだまだ十分に考えられてなくって、本当にその家と家の祭儀というのが日本では生きてるわけでね、それをどうするかということはこれからまだ考えていかなきゃいけない。ただ逆にその信仰は心の問題だと限定してしまっていいかといったらそうではない。だからそのクリスチャンの人が新しいところへ来た場合に、神社の寄付と、いやこの土地であんた打ち込んだのかいから、それをむしろ心よいと思って払ってくれる、もちろんクリスチャンの人もここは日本なんだからっていう人もいれば、いや私はクリスチャンだから、それも先ほど言った多様性です。私はキリスト教に忠実なんだから払わないし、家の祭祀もしないしという人がいてもおそらくはいいはずなんだけどね。日本ではまだそうなってません。大多数に従いなんです。そこのところに問題があるということをちょっと加えておきます。だからシャリアというものを考える上で、未文化な野蛮な法だとは考えない。ある合理性を持っている。一人の人間がすること全てを一元管理している。これはある意味ですごく高貴やらんというか、その一貫性を持ちます。日本のように宗教は心の問題だよと言ってる方が欺瞞をはらんでいます。そのことに気づいてほしいと思います。それからですね、最後にちょっとだけ触れたいと思ったのが、犠牲祭と、それから断食の時の巡礼の最後にある犠牲祭と、それから断食の季節ですね。断食はちょうどもう終わるのかな、そろそろ終わるぐらいのあれなんですけど、断食というのはすでにそのラマダンが断食だと思うけど、ラマダン月という月一月の月の名前がラマダン、サウムというのが断食なんです。確かに皆さんがご存知のように朝明け日照から日没まで、これぐらいの時間から夕方にかけてが一番しんどい時間になるわけですけどね。でそれもやっぱり食事というものを非常に大事にする、食べるということ、それはもうムスリムのその説明の中で飢えるということ、飢えの苦しみを知った人はその飢えた人に親切になる、ある意味でその身をもって飢えるということを知ることになるというふうな教育の意味でも言われる。でただ厳しいだけではなくて、健康な大人のための義務でありまして、病人だとか、それから妊娠中授乳中の母親なんかは除外されます。みんなさまざまな理由つけて除外にやってる人もいるし、いろいろですし、子供は基本的には除外されてるし、
子供はどういう何歳からやるのかっていうのは家によって違うし、最初はその半日だけとか数時間の断食みたいなのを少しやらせたりするんだっていうのはムスリムから聞いたこともあります。だからその日本人が思うばっかりではない。だからその断食をできなかった時は、コーランの中ではそのできなかった時は別にできる健康だったりなんか条件が整った時に同じ日数やればいいんですよって。でこれが一番お金がかからない昔の方法だった。でどうしてもそのできなかったりする場合にはお金で払ってもいいというのが、コーランにも書いてある。そうすると今のサウジの王族なんかの一部は断食をせずにお金だけで済ましたりしてるのがいたりもするわけですね。そういうそのいろんなことに使われる。だけど断食というのがやっぱりその食べるということの原点、植えるからこそその食べるということのありがたみも分かる。あるいはその皆さんでこれは八木さんが書いてますけども、断食の時っていうのは苦しいけれど終わった時の夕食は本当にこれは楽しみなんですね。家族、学生同士でもそうです。学生同士でもその乏しいものであってもうち来て今日は私が作るから食べてって言ってみんなそういうふうにしてパーティーのようにして過ごす。かえって楽しい時期でもある。そういうことを知るのが。それから私にとってすごい印象だったのが犠牲祭でした。私はトルコで経験したんですけども、いわゆる巡礼者が最後に葬るんですけど、まちまちで葬るわけですね。でその時のトルコなんかはそれこそ近代国家として衛生的理由でカル人が勝手に葬ってはいけないと。道路に勝手に道を流されては大変なんで、ある程度その場所を決めていたりするんですけれども、そういうでも今でもやっぱり犠牲祭をする人はいるわけですね。で私はイスタンブールなんかでは神学部の学校の中に大きな大学の伝統的な神学部がある学校では屠殺をするための場所が神学部に作ってある。要するに神道系の大学が儀礼祭式教室を、要するに演習ですね、演習科目の実技演習のためにカリキュラムの中に入れ込んでるわけです。祭儀のやり方をね。それと同じようにイスラムでイマームになるためのカリキュラムの中に、大学のカリキュラムの中に、これはトルコはキスメットって言ったけど、要するにナイフを解いて、そしてどうやって頸動脈を切るか、どうすれば動物が苦しまずに死ねるか死なせるか、それが神学部の授業科目です。やっぱ聞いた時はびっくりしますよね。日本人の感覚で仏教のあれがどっか入ってると殺生はするなというような宗教かと思ってると、とにかく屠殺のやり方を学ぶ。そういうふうにしてやる。だから本当にそれはびっくりするぐらい静かでした。動物の私も行くか行かないか迷ったんだけど、せっかくだからこういうこと動物がギャーって言うのかなと思ったら、本当にコーランが流れるだけでもうガッとも声を出さないんですよね。羊がダーッといて牛もいた。もうほとんどその声を出さずにあっという間に屠殺されて血を流してその肉をみんなで食べる。その肉はもちろん神に捧げるんだけど、神は私はもう満ちてるもんだから皆さん貧しいもので分けますと知人に分けた。学生が、自分の故郷であれをやって戻ってきて、で私にもくれるわけです。ところがこれがねやっぱり、素人が切ってるわけです。切りは今もやっぱり屠殺業者じゃないですか。そうするとねやっぱりねこういうもんかと思いました。要するに筋なんかが入ってて肉が硬いんですよ。どうしてもプロがさばいたさばき方たちが、でもね自分が今食べてるもの、普段食べてるものがああして屠殺されたものなんだということ、私はやっぱり食の原点を思い出さされて、おろそかにしてはいけない。これ1年に1度ね、食の原点、私が命をいただいているということを思うにはすごくいい教育だからこれはハラールの今回のハラールの問題とはずれてくるんだけれども、食事ということの原点みたいなものをイスラムでは犠牲祭の時も思い出さされるし、断食の時もそうですし、こういう宗教的な食というものに関わるルールがあるっていうのは、ある意味で自分がムスリムであること、あるいは人間であることの食べるということの原点みたいなことを
思う上では、イスラムの場合はそのハラールを守るっていうことよりはこちらの方が大事だというふうに私は思いました。それと最後に言っておきたいことが、ちょっとすでに言いましたけれども、日本という社会の中ではもう本当にこれは日本は戒律のない社会なんです。で、戒律がないだけではなくて、ない方向に日本は走ってきたんです。まずその有名なところでは親鸞が最大牧職を認めて、そもそもその坊さんで、仏教の坊さんで結婚してる坊さんがいるってのは日本だけです。タイなんか言ったらびっくりされます。私の友達が実際にタイでその寺の娘でタイへ行って、国際学会でタイに行って、私は寺の娘だって言われたらみんなが顔を折りついた。寺で子供が生まれるなんてあってはならないスキャンダルなんですよ。日本では当たり前なんですよね。これぐらいその結婚するっていうことが当たり前になったのは日本だけです。これも知っておいてほしい。で、もう一つが明治の時の肉食解禁です。で、これも私はトルコで話をして、いや、日本はさすがに牛肉だけは食べなかったんだけども、明治時代の近代化やと。ヨーロッパ人、欧米人は食べて、牛肉は体にもいいし、いい食べ物なんだ。食べられる近代化だ。むしろ仏教者なんかは大学まで肉食を進めて、ね、食べ出すわけです。また破ることには平気なんです。で、この話をトルコ人にしたりした時に、トルコ人からどよめきが出て、その宗教的に、例えば彼らにしてみたら豚肉を解禁するようなもんですよ。どうなったんだと、食べ出したのか、どんな議論が起こったんだと言ったら、みたいな感じですね。本当にその大きな議論や反対が起こらずに、破る方向に関しては日本はものすごいベクトルが働くんです。そういう社会です。ですから日本人が戒律を嫌うのは仕方がない。だけど世界を見たら戒律がある人があって当たり前だ。そのあたりはね、日本の知識で補うしかない。先ほど言ったように、強制のルールというのは、日本人はね、私は何でも食べるから寛容やと思って。でも何でも食べない人に寛容であれるかどうか。食べたくないという人をどうやって工夫してあげたらいいか。食べようしって、私食べるんやから、私あんたのもん食べるんやから。違うんですよ。相手に心地いいというのがどういうこと。それがまだ日本では強制のルールができた。だから日本では今回の話を、食事のルールと禁止の話が、日本ではそれがないんだ。ない社会がある人を迎えて、どうやって一緒に暮らすか。給食の問題もそうです。もういろんなところで起こる。それでいて地域の人としては一緒に暮らして別れるとこは別れる。そういう大人の付き合いができるようになることが望ましいと私がやっぱり一番言いたいのはここです。すいません、随分長いです。